今回は非正規雇用パート労働者の私がジムニーを残価設定ローンで買って良かったことと後悔していることをお話ししますね。前にジムニーの車検動画の中でジムニーを残価設定で買ったことをお話ししたら結構コメントで突っ込まれたので、月の支払い額とか維持費など普段動画で話さないことをお話ししてみようと思います。結論から言うと、残クレは金利がアホみたいに高かったり、いろんな縛りがあるのであまりおすすめできません。銀行ローンの方が圧倒的におすすめです。それでも私の場合は月の支払い額が安くなるおかげで若いうちにジムニーに乗って日本中回れましたし、たくさんの経験ができました。これはお金では買えない貴重な経験です。私の実体験ベースでお話ししますので、よかったら車を買う時の参考にしてみてください。まず私が契約したジムニーですが、一番安い XG グレードを選びました。車両本体価格は165万円です。オプションは ETC とドアバイザーのみで3万5千円です。諸費用を合わせた合計は179万円でした。これにローン分割手数料の22万円が上乗せされて、乗り出し金額は約200万円になりました。毎月の返済額は26,400円。最終回の残価は44万円です。当時バイクにお金を使いまくっていた私は手持ちの現金もないので、頭金なし、ボーナス払いなしの残クレフルローンとかいう100万状態で買いました。そもそも残クレとは何かなんですけど、一言で言うと借金の先送りです。超簡単にざっくりお話ししますね。例えば私の場合はジムニーの総額179万円のうち135万円を5年かけて返済しています。そうすると月々の支払いが安くなります。残りの44万円は5年後にジムニーをディーラーに返してチャラにするか自分で買い取るか選べます。要は借金の1秒先送りにして月の支払い額を安く済ませるってことですね。手元に現金を残してカスタムパーツに回したい方やちょっと背伸びしていい車に乗りたい時に役立つ購入方法です。超簡単にメリットをお話しします。月々の支払いが安くなります。銀行ローンに比べてローン審査が通りやすいです。社会人2年目、貯金なし、頭金なし、ボーナス払いなしとかいうふざけた条件の私でもすんなり通りましたよ。ローンの審査結果がその日に出るのですぐに車を購入できます。メンテナンスパックがつくので車検代やオイル交換などの維持費が安く抑えられます。次はデメリットです。金利がアホみたいに高いです。これが一番大事なので詳しく話しますね。例えば車両価格179万円のジムニーで5年ローンを組んだとします。それぞれの支払い総額は金利 2% の銀行ローンで188万4千円、金利は9万4千円です。残クレローン5年、残価分の44万円も再ローンの場合、支払い総額は203万1299円になります。金利は24万2507円です。銀行ローンとの金利差はなんと15万円。そして残価設定の場合、1年で走れる走行距離に縛りがあります。ジムニーの場合は年間1万2000キロでした。これを超えると最後に支払う金額が多くなります。私は最後に買い取る前提なので、縛りが無視して1年で2万5000キロぐらい走っていました。あとはカスタムの制限があります。ということで残価設定は金利が高いので、銀行ローンが組めるなら絶対に銀行ローンがいいです。なんで私が金利の高い残クレを選んだかなんですけど、銀行ローンはそもそも通るかわからないですし、審査に時間がかかって手続きが面倒だったのと、月々の支払いを抑えたかったからです。あと夜勤明けで思考停止していました。当時社会人2年目で財布はカツカツ、貯金ほぼゼロ、バイクの維持費もかかってさらに金欠、ジムに買ったらカスタムしたいし旅に行きたいので出費は抑えたい。それでもどうしてもジムに乗りたかったんですよね。今思うと無理しすぎですね。あとジムニーはディーラーで一目惚れして店員さんに言われるがまま試乗してその日に勢いで購入したので、とにかく早く乗りたい一心での契約でした。今が楽しければいいや精神の私に残価設定は魅力的すぎました。次は残価設定で買ってよかったことをお話ししますね。月の支払いを抑えたことでジムニーを車中泊仕様にカスタムしたり旅に行く余裕ができました。納車後すぐに旅を始めて日本中を旅できたのはこのおかげです。若いうちにいろんな経験ができましたし、思い出がたくさん作れました。これはお金では買えない素晴らしい経験です。それに YouTube も早い段階で始められて、たくさんの方に見てもらえるようになりました。
次に残価設定で買って後悔していることです。やっぱり金利ですね。どうしても乗りたい車が目の前にあって、ローン審査通りましたよって言われたら、それは嬉しくてその場で買っちゃいますよね。今になって考えれば、銀行ローンが通るなら銀行ローンを組んでおけばよかったって思います。走行距離の縛りについてですが、私の場合はジムニーを5年後買い取ると決めているので、気にせずガンガン乗っているんですけど、返却や乗り換えを検討する方にはきつい縛りだと思います。次に残クレがおすすめできるかですが、おすすめはしません。動画作るにあたって詳しく調べてみると、やっぱり金利が高すぎます。もっと高い価格帯の車で残クレを選ぶと、月の支払い額が安くなる恩恵が受けられますが、ジムニーの価格帯だと無駄に金利がかかるだけですね。それでも私がジムニーを買った時みたいに、目の前にどうしても乗りたい車があって、銀行のローン手続きが面倒な人、残クレの金利や走行距離の絞りをちゃんと理解した上で買うなら全く問題ないと思いますよ。急ぎじゃなければ、まずは銀行ローンの審査をして、通るなら銀行ローンが圧倒的におすすめです。最近では残クレアルファードとか残クレをネタにする風潮がありますが、ローン利用者の約7割が残クレを選んでいるそうですよ。皆さんのライフスタイルに合わせた購入方法で車を買って楽しいカーライフを送ってもらえれば嬉しいです。今後の返済予定についてお話ししますね。購入当初はこれからたくさん働いて余裕ができたら一括で返せばいいやぐらいに思っていましたが、旅をすれば出費も重なりますし、やりたいことも増えるしで、現実はそう甘くはありませんでした。それでも今年もたくさん旅したいので、ローンの返済よりも旅と YouTube にお金を使って今しかできないことを全力で楽しみたいと思います。残価設定で買ったジムニーの維持費ですが、月割りで計算してみます。ローン26,400円、任意保険11,000円、自動車税が月割りで900円、車検は法定費用のみなので月割りで1,100円、オイル交換、定期点検は無料です。プラスで駐車場代とガソリン代です。全部で毎月6万円ぐらいかかっている計算です。せっかくなので銀行ローンで買った場合の維持費も計算したので比べてみます。月の支払い額で言うと1万円も変わらないので、どう考えても銀行ローンで買った方が良かったですね。今回動画を作っていい勉強になりました。それにしても車って思ったよりもお金がかかるんですね。車のために働いているので、これでジムニーと旅できるなら OK です。最後に今後の風チャンネルの目標をお話ししますね。まず個人的な意見ですが、私は自然破壊のメガソーラーに大反対なので、現地の実態調査や署名活動など少しでも力になれることがあれば取り組んでいきたいです。特に釧路湿原のメガソーラー問題です。森林法に違反して北海道の中止勧告を受けているにもかかわらず、強行作業で森林伐採をしている現状は絶対に許せません。今年は一軒一軒ゆっくり時間をかけて旅して回ろうと思います。特に地方の衰退しつつある観光地や忘れ去られつつあるような集落の魅力を広めていきたいと思っています。ありがたいことに車のレビュー動画もたくさん見ていただいているので、今後向きになる車はどんどん乗っていこうと思います。1月にランクル250とハイエースのキャンピングカーをレビューする予定です。レビュー動画を上げると車乗り換えちゃうのって心配されるんですけど、当面の間ジムニーとランクルは乗り換える予定ないので安心してくださいね。今年はバイクの動画も増やしたいんですけど、別チャンネルでやってくれって意見があればコメントで教えていただけると嬉しいです。今アパートで働いてまとまったお金ができたら休暇を取って旅をするって流れなんですけど、今年は YouTube 専属で活動できるように頑張っていきたいですね。今年も元気もりもりフルパワーの風チャンネルで行くので、応援していただける方、チャンネル登録してもらえると励みになります。ジムニーの魅力については余すことなく語ってきたこのチャンネルですが、買い方については特に話していませんでしたよね。最近ありがたいことに私の動画を見てジムニーを購入した方や納車報告をいただくようになったので、今回いつもと違った動画を作ってみました。たまにはこんな動画でもいいよって方は高評価していただければ嬉しいです。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。2026年も風チャンネルらしく安全に楽しい旅をしていきますので、これからもよろしくお願いします。じゃあまたねー。